面白いブースを発見しました。近代大阪オートメッセのデコプロジェクトっていうのは、デコって楽しむカーライフのことなんで、意外とこのブースの面白いのは、俺のブースの真ん前にあるんだけど、若い女性が多いことで、一体どういうことをしているのかということをちょっと興味があって聞きに来ました。まず担当の方がこちらに先生ですね。はい、寺本さん、どうもスティーブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このデコってあんまり日本語に今時の日本語おっちゃんなので、はい、今の世代のことでよくわかんないよく聞く言葉なんですかね、意味が。デコルは自分仕様のものを作るっていう意味で、はい、デコレーションはもともとデコレーションっていうことなんですけど、はい、カスタムカーとかチューンドカーって言ってしまうと非常に専門的な印象が残るんだけれども、はい、実はこう自分仕様のものを作る、カスタムするってすごく楽しいことだっていうことが、もっとカジュアルな存在なのがいいと思ったんです。はいはい、なので例えばカーライフだったりとか、はい、あるいはこういうトランクだったりとか、はい、いろんな自分の免許証だったりとか、はい、いろんなものをデコるっていうことによって世界で一つだけのものが作れるので、そうするともっと楽しいものが作れるし、ね、友達にもこうシェアしたくなるっていうことができるので、はい、じゃあデコるっていうことをテーマにして、はい、いろんなものをデコってみようっていうことを、これを学生のみんなが考えてくれたっていう企画です。最初はこちらがデコ免許いきましょうか。そうですね、お願いします。はい、はい、デコ免許シールセット。デコ免許を実際に記録をした人から説明をしてもらいましょう。お願いします。こちらはデコ免許といって、皆さんそれぞれの免許証をこういうステッカーを使って自由にデコレーションできるものになってます。おー、可愛くオリジナルにわー、いっぱいなるほど。なるほど、なるほどね。一応保護できるっていう、すごい。なるほど。これ大学生みんなでチームかなんかでやってるんですけど、一人一人で別々でなんかものを作ったり考えたりしている。一応ね、チームでやってる。すごいね。女子大学の3年生ですね。はい、男の子はいないんですけど。男の子は1名だけいます。1名ラッキーな子ですよ。今日いないですか。女性だらけなんでなんか面白いですよね、逆に。でもね、それぞれみんな発想がユニークだから、で、はい、男性女性関係なく面白いと。面白いということですね。でももっと聞いていいですか、先生。どうぞ。車に興味あります？もっと正直に答えていいですよ。全くなかったら。あんまりなかった。でもこういうことをやることによって車をデコレーション、デコってすることが、車にもっとなんかやることによってもっと興味持つようになったことはある。車も面白い。自分なりに自分を改造というか、俺らはおっちゃんたちは改造と言うんだけど、デコって言うんですよね。自分をデコレーションすることによって自分の完全なオリジナルのものが作れるということが楽しいことなのかな。なるほど。それいいですよね。こういう免許とかいろいろ、これ賢い企画だと思いますよ。おもろいですよ。おもろい、はい、おもろいですよね。はい。絶対ね、おもろいとみんなが参加したくなるし、ですよね。ジョインしたくなるし、はい、みんながシェアしたくなるでしょ。車業界、私の年齢から55歳で、もう今自分の周りにおっちゃんが多いんですよね。多分見てたらね、若い人がいても女性が少ないと思うんだけど、若い人に興味を持たすための一つの方法というか、面白い。やっぱり携帯電話とか自分でデコレーションする。他にどういったものを、今まで車を外してどういったものをデコレーションするんですか？携帯電話のケース、はい。スクバとかスクールバッグとか。スクバもそう。やっぱりオリジナルする。そしたら車もやると、なんかさらに車好きとして楽しいんですよ。これ改造って言うんですよね、我々は。今自分の世界で一つだけのやつを作ると、はい、愛着が生まれますよね。ですよね。はい。愛したくなるじゃん。ですよね。
特に自分は時間かけて一生懸命やったものをやっぱり大切にしたいっていうところがありますよね。自分オリジナルであること、自分の手で作ったものだから。スティーブさんの車だってそうじゃない？そうですよ、そうです、その通りです。もらったものよりも自分で作ったものの方が大切にしたいっていう気持ちはどのものでもやっぱりありますよね。ホットウィールでちっちゃいミニカーだろうが大きなトラックだろうがやっぱりありますよね。こういうものとかもね、かわいい、もうすごいいいアイディアだと思います。ありがとう。はい。続いてあっち側のデコトランクの方行きましょうか。ここですか、はい、ぜひ見たいですよね、はい、さっきから気になってました。ありがとうございます。いいですか。はい。うわー、すごい。あ、一つのお店みたいに。お店みたいですよね。はい。キャンディーとすごい。これね、縁日っていう日本の小さなお祭りをテーマにしていて、はい。はあ。で、提灯があったりとか、こういうなんか射的って言って、はい、ちょっとしたシューティングゲームみたいなやつがあって、もうこれでシューティングこれを使ってコルクでパーンって倒すとそのお菓子がもらえるっていう、日本の昔からのお祭りでは割と、カジュアルな、そういうアトラクションがあるんです。すごいね。これもうみんなで学生たちが考えた。それをね、このチームで考えてきたやつで、まずデコトランクという企画が、自分の好きをトランクの中に詰め込んで、普段は車をカスタムって言ったら外側を、カスタムすることがあるんですけど、内側をカスタムするっていう形になってて、トランク、面白いね。はい、射的好きの人がこう射的っていうシューティングゲーム好きな人が作ったトランクっていう。面白い。それは面白いですよね。スティーブさん考えたのが、今例えばマンションだったりとかアパートに住んでいると、隣がどんな人かっていうのはよく分かんなかったりとか、そういうコミュニケーションが生まれなかったりするっていうのがよくないなと思っていて、例えば昔のヨーロッパだと移動映画館っていう、小さな田舎の町に映画館の車がやってくるっていうのが昔のアミューズメントとしてあったと思うんですけど、こういう例えば縁日をテーマにしたデコトランクっていうのがマンションのコミュニティスペースとかあったりすると、隣の何をやってるか分かんないおじいちゃんだったりとか、おじさんとかと一緒に会話が生まれたりとか仲良くなれたりとかするので、会話が生まれると、それによってこれがあってうまくちゃんと当たったとか当たんなかったみたいな話をしてると、お互いがちょっとだけ仲良くなれる。なるほどね。一つのコミュニケーションと友達作りをできるきっかけになるっていうか、一種のオープンコミュニケーションっていうか、このオープンドアって形でやると、そこは一種の開かれたオープンスペースになる。なるほど、なるほどね。そうなるとコミュニケーションのきっかけが生まれる。なるほどね。なるほど。年齢も関係なくね、車好きな別におじいちゃんでも大学生のねのことまだこれでつながったところがなんかできるということですよね。はい。スティーブさんと仲良くなれるきっかけがここから生まれるかもしれない。スティーブは誰でもともすぐ喋っちゃうタイプなので。それもねよくわかる。でもこういうの見たら必ず話しに来る。必ず何かのどうやってどういう考えもうやっぱり話のきっかけになりますよね。はい。そういうねバックストーリーがこれを。なるほど。すごい素敵です。もう一つはあっち側の女子会の方も行ってみましょう。ぜひ見せてください。こっち側は女子会仕様になってます。これもじゃあ黒田さん説明してください。ぜひ説明お願いします。4人の大学生が集まった女子会を想定したトランクになっています。いいね。ここで4人で座って、コーヒー飲んで、ケーキを食べて、女子会がバイオリンのケースもあるし、ありますよね。はい、ありますよね。楽譜があったりとかもあったり、音大生みたいな感じで、なるほど。の大学を出た方を想定に。今は全然違う仕事をやってるかもしれないけど、久しぶりに集まってで部屋の中だとあまり大きな音出せないじゃないですか。ですよね。やっぱり楽器を積んで昔みたいにお互いにこうセッションしたりとか、音楽を楽しみ合ったりっていうところが、こういうトランクの中に積んで、例えばどっかの湖のほとりだったりとかに行って昔のように一緒に演奏したりすると、お互いの学生時代のことを思い出したりとか、また仲良くなれたりとかする。そういうことですね。いやー素敵じゃないですか。かわいい。すごいいい考え方ですよね。前向きな。
本当にすごいいい面白い。単純にこうトランクをデコレーションするってだけじゃなくて、そういうコミュニケーションのトリガーになったりとかですね。きっかけが生まれると、このデコトランクっていうところの提案が、我々らしい提案ができるんじゃないかなと思いました。今時の考え方っていうのはこういうことなんですよ。俺がいつも言います。またおっちゃんだから許してください。でも同じ考え方で最終的に同じなのは、俺はいつも言います。車はすごくかっこいい。でいい車はいっぱいあります。その車見てかっこいいなっていうのはいいんですが、最終的にその車に乗ってきた人、その車を運転している人に車を通じて、いい車を通じていい人との出会いがある、の付き合いが生まれる。車は車もすごくいいんだけど、その車の乗ってる人とお話できるように、車は一つのきっかけかもしれないんだけど、友達ができるということ。これをちょっと今時の考え方かもしれない。同じようになんか感じますよね。結局はね、車だけじゃなくて、車は一つのあれかもしれないんだけど、車の中にこういうふうにする友達、懐かしい付き合いか、新しい付き合いとか知り合いとか友達ができることが素晴らしいことと、最終的にはそこなんですよね。車とかあれとか結局人間関係が重要なことなので、やっぱり人と人をつなぐ場所っていうのが車だと思うから、それです。人と人をつなぐことですよね。今時に Z 世代的にデコレーションをもともとそういう携帯とか細かいものから車に持ってきたっていうことは、先生すごいんじゃないですか。でもね、学生がすごいと思う。いや、学生さんも、でも先生はすごいと思いますよ。すごい、このチームとメンバーが本当に素晴らしいアイデアです。こういうのは見たことないので、本当はよくできたと思います。よりも先生のおかげでこの、女性の生徒たちが少しでも今まで車にあまり興味がなかったことが少し車も面白いなっていうふうにちょっと思うようになってくれば、我々もこの業界のメンバーとして嬉しいことですよね。でね、このオートメッセっていう場所の一番いいところは、単純に作ったっていうことだけじゃなくて、来たお客さんといろんな会話ができるっていうことなんですよ。そうすると自分で気づかなかったことっていうのを気づいたりとか、いろんなヒントをもらえたりとかするわけ。そうですね。いい考え方、先生は素晴らしい考え方、前向きな考え方です。すごくいいです。素敵な言葉です。いつも思うんだけど、こういうイベントっていうのはパズルのピースみたいなものだと思っていて、完成したコンプリートしたものじゃなくて、いつもお客さんが最後のラストピースを持ってるんですよ。で、お客さんと会話をすることによって最後のパズルのピースがはまるんです。そうするとそれぞれ100通りのパズルができるわけです。なるほど、そういうことですね。だからあえてちゃんと余白を作っておいて、お客さんの会話によっていろんなラストピースが埋まるっていうことができれば、お客さんにとってもハッピーだし、企画をした人も企画をしたっていうだけで終わらずに、よりその自分が気がつかなかったポイントっていうところを発見することができる。人生にプラスになることになりますよね。プラスに なりますよね。その方が絶対面白いじゃん。面白いと思います。素晴らしい。やっぱりこのエリア、この 6D 号館っていうのは子供ビリティ、子供にやっぱりいろいろなんていうの体験させるとか、実際に手で何かを作ることとかによってインスピレーションとか、またね、自分はもしかしたら車を将来作りたい、整備士になりたいとかっていう夢が生まれるところなので、ある意味でもう大学生かもしれないんだけど、これからですよ、人生は。でこういうのは少しね、やることによっていろんな出会い、今日みたいにこういう感じとか、他での話に来る人たちとも会って、将来は何があるのか、その人に会う意味、いろんな付き合いに意味がある。本当に出会いに意味がある。すぐに分からなくても何年後にもう見えてくることがあるかもしれないので、そこがポイント。でも出会えなかったら、話にならない、何のきっかけがなかったら誰にも会えないので、こういう作ってこういう話して、将来あの時のね、あの人に言われたことがなるほどなって今意味分かったっていうのはね、あるんですよね、人生に。すごく分かる。パチパチですよ、先生。このチーム素晴らしい。本当にもうすごいよ。俺もインスピレーションもらいましたよ。俺にも
ほら年上かもしれないけど逆にすごいインスピレーションをもらってすごい応援させてください。最後の内側行ってみますか。行きますよ。行きましょう。はい。ありがとうございました。こちらのコーナーは何ですか？こちらのコーナーは、はい、デコル未来の車ラボって言って、はい、さっきスティーブさんも参加をしてもらった写真撮ってもらいましたよね。写真を撮って、はい、でそれを未来のカーライフっていうのを、はい、それ人それぞれの世界と車のシチュエーションを作ってもらって、はい、そこにここに来てもらったお客さんっていうものがその未来のカーライフの世界の中に、はい、生成されるっていう企画です。で実際にそれの企画に携わったメンバーがこちらです。このチームですね。こちら、はい、このチームが実際に企画に携わったメンバーです。はい。はい、じゃあ簡単にこの企画の考え方についてじゃあどうしようか。小野さんから説明していただければいいかな。お願いします。タイトルがデコる未来の車ラボというものになってまして、であなたの未来のカーライフって書いてるんですけど、こういう風ないっぱい車があるんですけど、こういうのを AI で作ってで実際にこちらで撮った写真と合成して、はい、それを皆さんにプレゼントするという企画です。これもしかしたら未来で見る AI そうですからそういうことですね。 AI を混ぜてます。じゃあさっきスティーブの写真を撮ってくれましたよね、はい、それもできちゃってる。できてます。もうできてるんです、はい、できてます。今見せてもらうことは可能でしょうか？もちろんです。カメラマンさっきの写真から皆さん見てください。それすんげーじゃない、それはすんげーだよ。わあこれすごいよ。わおスティーブさん、はい、どこ行ったんですか？どこに行ったんだろう。これは別世界すげえ。もうわおあれですよ、ハリウッドスターみたいな。ハリウッドスターって素晴らしい。こういうことやるこういうプロジェクトをやることによって、今まで車に興味はありました？そこまでなかったんですけどいろいろ見ていった中で車に興味が持てるようになりました。いやそこですよ。いいことですよね。面白いプロジェクト。これから絶対こういうやることによってこのイベントの時に知り合った人たちとの付き合いがあることによって自分の人生に間違いなくプラスになることが多いと思いますよ。そうですね。頑張ってください。はい。いや素晴らしいプロジェクトですよ。これやっぱ生成 AI のいいところっていうのは今はない未来をこういう場所を車で走ってみたいっていう、はい、そういう走ってみたいドライブのシチュエーションだったりっていうのの願望をリアライズできる、現実化できるっていうところがこれの AI のいいところなので、すごいですね。スティーブさんがもしかしたら将来こういうボルケーノっていうか火山の、真ん中を、ものすごいかっこいい未来的フューチャリスティックなスポーツカー乗って爆走してるっていう、まるでマッドマックスのような、みたいな世界なんです。すごいな。これから技術といろいろと素晴らしいですよ。このコラボレーションがやっぱり大阪オートメッセで他ではあんまり見れない、体験できないコドモビリティ、このこのプロジェクトとこういうのがあることが本当に大阪オートメッセのすごいところなんですよね。車はもちろん下にいっぱい改造車とかもかっこいい車いっぱいあるんだけど、上に来るとこういうこともあるので、これから車業界のためにこういう方、子供たち、若い人たちにちょっと車の良さを今まで通りの車の良さの伝え方じゃなくて今時の教え方、体験の仕方などでなんかいいことがありますよね。そうね。よりやっぱ、車っていうのをもっとエンジョイしてほしいし、で車にもっと可能性を感じてほしいですよね。でそれきっかけがあと自分全部一緒ってことじゃなくてカスタムするっていうこととかデコるっていうことが車の世界で一つだけの楽しみ方を発見できるんだっていうことをした人が発見できてもらえると僕らは嬉しいかなと思ってます。素晴らしいです。ものすごい面白いプロジェクトです。近代スタッフ、皆さん大阪オートメッセ本当にありがとうございます。ここまでこういうことをやるなんて素晴らしいことです。見せていただいてありがとうございました。そして素晴らしい写真もありがとう。送ってもらえますか？もちろんです。いいですね。じゃあ電子メールで、楽しみにしてお待ちしてます。よろしくお願いします。じゃあおっちゃんっぽいんだけどサムズアップは
言葉もいらない。これはいい意味です。ありがとうございました。大阪乙女線の中に人気ブースいっぱいある中で、もしかしたらナンバーワン、人気ナンバーワンなのはタカラトミですよね。もうこのブースは俺も実はミニカーは大好きなんで買わせていただきました。こういうイベント、大阪オートメッセ、東京オートサロンとかイベントじゃないと買えないもの、手に入らないものもあるので早速、来ました。お見せしましょうか。こういう時じゃないと手に入らない、はい、トヨタカローラですね。これちょっと開けたいと思います。アメリカに持って帰るんで、うちのあっちゃんにプレゼントになるんですが、開けさせてもらいます。やっぱりミニカーといえばタカラトミカで有名ですよね。アメリカでも超有名ですよ。これはかっこいい。ゴールド色のガズ GR レーシングですよね。かっこいい。これ以外にもこのイベントじゃないと手に入らないものも他にあります。あれ、これ86じゃないですか。あっちゃん手に入れちゃいましたよ。はい、あっちゃんも GR86 乗り AE86 も乗ってるので、これはね楽しみなんですよ。かっこいいよね。細かい日本のミニカーで、実はね何年か前に、もう6年7年前、トミカ博に横浜に行ったことあるんですよね。その動画も昔の動画にもあるので、よかったらチェックしてみてください。そしてもう一個、もう大人気な、もう物がこれなくなったらどうしようと思ったんだけど、1個は手に入れました。入りました。これも開けます。かわいい。日本のねミニカーのパッキングがいいんですよ。アメリカはこういうなんでカードでホットウィールとかでそういうブリスターパックというか、ああいうカードなんだけど、これ箱でできて、箱を大切にして永遠に保管できるような状態で来るものなので、これもここじゃないと手に入らない。かっこいいよ。見てこのディテールはめっちゃ細かい。ここもねすごいよ。これねさっき多分ね20分以上並んで待ってたんですけど、手に入ってよかったですよ。かっこいいです。これ以外にもね限定というかショーじゃないと、手に入らないもののある中でも、他で市販されているものもありますが、ここだからこそもういろんな欲しいもの、前から欲しいなと思ってたものがいっぱいあるので、やっぱり箱スカ R32 か34、35のやっぱ GTR 4モデルコレクションも手にもうこれゲットできて嬉しいですよ。これね年は、ね、年齢は関係ないんですよね。子供もいる、大人もいる、男の子もいる、女の子もいる。すごい楽しい。もうここでしかゲットできないものがあるので、もうトミカはねすごいですよ。本当にすごい会社です。またいろいろ今度のイベントの時にまた珍しい、その時しか手に入れられないものをまたゲットしたいなと思います。この素晴らしいスーズのトラックはハードカーゴさんに用意していただきました。ブロンコという名前じゃなくてブロン55、アメリカにないですよね。はい、ミスターヒロのカースタジオのブースに来ました。ヒロさんです。お願いします。はい。